皆さんこんにちは。ゴンナやむすび、ゴンのゆいです。いつも動画をご覧くださいましてありがとうございます。日本舞踊や日本の古い本を紹介するコーナー、いにしえ日記。第18回の今回は前回に引き続き、宮本武蔵五輪書から第一の巻、地の巻を取り上げます。五輪書は剣術のことだけでなく、生き方や心の持ちようまで語られたとても密度の高い書物ですので、一度にすべてをご紹介することはできません。そこで今回は日本舞踊がお好きな皆さんにもそのまま心に届きそうなところ、心の持ち方、稽古の姿勢、そして表紙の考え方の箇所などを原文の一部をテロップでご紹介しながら現代語でお話ししていきたいと思います。どうぞご一緒ください。まずは地の巻の序文から。武蔵が兵法というものをどう位置づけているかを見てみます。武蔵は兵法とは武家が生きるための道だと明言します。そして仏法や儒学、医の道、和歌や茶の湯など様々な道に励む人は大勢いるのに、兵法の道に本気で取り組む人は少ないと嘆いています。この本気でというところがミソですね。さらに武士は本来文と武の両方をたしなむべきだと言います。体の技だけでなく、言葉や学びも大切にする。そこまで含めて道なのだという感覚が滲んでいます。これは日本舞踊を学ぶ上でもよく響くところですよね。型や所作、振りを覚えるだけではなく、言葉や物語、歴史への理解、それを知るための広い学びも含めて、それが一つの道になっていく。そんな武蔵の眼差しを感じます。次に、武蔵は兵法の道について語ります。ここで批判の対象になっているのが、当時、兵法者と名乗って世を渡っていた人たちです。武蔵から見ると、その多くは剣術だけを派手に見せているに過ぎないというのですね。そしてこの批判は剣術の世界だけで終わりません。ここから武蔵は話をぐっと広げて、世の中の様々な芸や仕事のあり方そのものを見つめていきます。世の中を見渡すと、いろいろな芸を売り物に仕立て、しまいには自分の身までも売り物のように扱ってしまう人が多い。武蔵はそんな世相を指しているのです。ここで印象的なのが、芸には花と実、実の二つがあるという言い方です。見た目の華やかさばかりが大きく膨らんで、実があまりにも少ない兵法は名ばかりの兵法であり、大きな災いのもとになる。特に兵法の道で色を飾り、花ばかり咲かせてその技を見せ物にし、道場を構えて理ばかりを追うようなあり方に、武蔵は強い違和感を示しています。舞踊の世界に置き換えると、ポーズや衣装、舞台装置だけが前に出て、中に流れている呼吸や物語が追いついていない状態とも言えそうです。見て楽しい花はもちろん大切ですが、それを支えている実がどれだけ育っているか。武蔵の言葉は自分の芸のどこに実を置いているのか、改めて尋ねてくるような一節だなと感じます。そして、この流れの後に、武蔵は学び方についてとても印象的な一行を置いています。師は針、弟子は糸。師という一本の針が道筋を示し、
弟子はその後を糸のように通っていく。そうして一本の布が織り上がっていくという例えです。舞踊のお稽古でも先生の動きという一本の針を自分の体でたどっていくうちに、やがてその人なりの舞という布が少しずつ形を帯びてくる。そんな姿が重なって見えます。派手な花だけを追いかけるのではなく、針と糸のように地道な稽古を重ねて布を織っていくこと。それこそが実につながる道なのだと武蔵は伝えているようにも思えます。続いて二刀一流という名前の由来です。武蔵はまず武士は大将でも足軽でも二本の刀を腰に帯びる役目にあると言います。その二つの利点を人々に伝えるために自分の流派を二刀一流と名付けたのだと説明します。そして初心のうちは太刀と脇差しを両手に一本ずつ持って稽古するのが本来の姿だと述べます。いざ命を捨てる場面でせっかくの道具を鞘に収めたまま死んでしまうのは本意ではない。だから持っている武器はすべて役に立てるつもりで二刀を前提に稽古すべきだという考え方です。とはいえ、両手に物を持っていれば左右ともに自由には動けません。そこで武蔵は太刀を片手で自在に扱えるようになることが何より大切だと続けます。最初はどの道具も重くて扱いづらい。弓も引きにくいし、薙刀も振りにくい。けれども、繰り返し触れていくうちに、道具の方が手に馴染み、その道の力が出てくる。武蔵はこんな風に書いています。そしてこうまとめます。太刀の道というのは、ただ早く振ることではないのだ、と。これは扇子や傘、手ぬぐいなど、舞踊で使う小道具にもそのまま重ねることができますよね。武蔵は槍、薙刀、弓、鉄砲など様々な武具の利点や弱点を挙げた後で、その上で大事なことを2つ指摘します。一つは細かい芸に偏りすぎないこと。屋内での使い方ばかり工夫して、実際の戦でどう役立つのかを忘れてしまっては、いざという時に出会えない。そんな戒めです。もう一つは道具と自分の身との関係です。人真似ではなく、自分の体に合う道具を持つこと。偏りすぎることは不足と同じであること。これは舞台の衣装や小道具の選び方にもそのまま通じますね。華やかさだけを追いかけるのではなく、自分の体や踊りたい世界にふさわしいものを選んでいくこととでも言いましょうか。ここから今回の最後の表紙の章に入ります。武蔵はまず、どんな物事にも表紙、リズム、テンポがあるけれど、特に兵法の表紙は大切で、それは鍛錬なしにはつかめないと強調します。舞踊や音楽の表紙ははっきりとわかりやすいですが、武芸にも表紙がある。弓を射るときや馬に乗るとき、また武士の一生、栄えるとき、衰えるとき、あるいは商売の盛衰に至るまで、あらゆるところに表紙がある、と武蔵は述べます。そして兵法にとっての大事なのは次の点だとまとめます。まず、合う表紙を知ること。そこから合わない表紙との違いを見分けること。大きい表紙、
小さい拍子、速い拍子、ゆっくりとした拍子。その中にも当たる拍子、間の拍子、背く拍子があることを知ること。それが兵法には大切だと言っています。最後に武蔵は戦いの場面についてこう述べます。敵それぞれの拍子をよく見て、相手の思いもよらない拍子で動くことで空の拍子をつかみ、そこから勝ちを開いていく。拍子を感じ取り、合わせるだけでなく、ずらし方まで含めて工夫すること。それが兵法の核心だと語っているように思えます。それでですね、こういう拍子の話などを聞くと、私には思い浮かべる剣客がいます。眠京四郎。すごい大好きな映画でたくさん見ました。相手の動きに真正面からぶつかるのではなく、一歩、あるいは半歩、拍子をずらす剣術。相手は自分が攻めているつもりの拍子の中で、いつの間にか自分自身の力に足をすくわれてしまいます。あの剣の運びは、武蔵の言う拍子を映像として見せてくれているようにも感じられます。さて、拍子の章に出てきた言葉は、そのまま日本舞踊にも重なっていきます。音が止んだ後の一拍、扇子を開く前のほんの短いため、音楽との間にあえて小さなズレを作ることで立ち上がる景色。そうした目には見えない流れ全体をどう感じ取り、どう使うか。武蔵の拍子の話は舞台の上での間や呼吸の感覚と深いところでつながっているように思います。最後に、地の巻の結びの部分です。ここでは兵法を学ぶ人の心得として9つの条目が挙げられています。心を横島にしないこと、道を鍛錬すること、いろいろな芸に触れ、食の道も知ること、損と得を見分けること、目利きを覚えること、目に見えないところを察すること、小さなことにも気を配ること、そして役に立たないことにあまり力を使いすぎないこと。どれも舞踊の道を歩んでいく上でもそのまま当てはめて考えられるような言葉ばかりです。そして武蔵はこう結びます。どの道においても人に負けないところをわきまえ、自分の身を支え、自分の名を支える。それが兵法の道である。と。はい。今回は五輪書の地の巻を日本舞踊の目線を踏まえて辿ってみました。いかがでしたか？古からの言葉が皆さんの日々の体や舞踊に小さな気づきを一つでも届けてくれていたら嬉しく思います。次回は水の巻をご紹介します。今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回またお会いしましょう。ありがとうございました。